おはようございます。たかしです。本日は5月14日火曜日、ただいま8時8分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷足からです。昨日の冷足は比較的大きめの陽線でしたね。週末でお話ししていたのが連続陽線で上げてきているので、そろそろ陰線が出てもおかしくないということを話してました。ちょうど昨日その節目にあったんですけれども、結果的には上抜けてきましたので、では次の高値、この辺ですね、198円付近を目指して上昇すると考えられます。ただ、連続陽線で上げてきているので、どこかで調整の下落はしてくると思いますので、その辺はご注意ください。そして買い足を見ていると結構浅めの押しからの上昇になってますので、どこかで一度深めの押し、つまり冷やし単位の陰線を出してくる可能性はあるということは覚えておいてください。ただ、それはあくまで可能性ですので、このまま198円ぐらいまで上げてしまうということも十分考えられます。ストキャスティクスは高値圏ですね。マクディはゴールデンクロスしてきております。ストキャスティクスが高値圏に差し掛かっておりますので、やはりそろそろ上値は重くなってくる、そういうポイントも近づいてきているということは認識しておくといいと思います。では4時間足です。現在の上昇ターゲットがこの黄色丸付近ですね。197円付近と考えております。そこを超えてくるとこの高値の198円付近になるんですが、だいたい197円ぐらいが現在のターゲット。そして現在が196円付近ですので、あと1円幅ぐらいは上昇余地があると考えております。ストキャスティクスはずっと高値圏に張り付いてますよね。ですのでトレードとしては難しい相場にはなっております。基本的には GMMA の青帯に一度押しをつけてくれるとそこからの上昇の流れに乗りやすいんですが、今の場合はそうじゃなくて結構浅めの押しからじりじりと上昇してきている。そして昨日も結構上値が重かったんですが、そこから一気に上抜けるという動きになっております。ただ動きとしては難しいんですけれども、トレンドには従った動きをしてますので、今 GMMA の青帯上向きですよね。ですので上昇トレンドを作っておりますので、その上昇トレンドに沿ったトレードをしていれば、それほど難しくない相場なのかなとも考えられますので、インジケーターを見ていると分かりにくいんですが、トレンドに忠実にトレードをしていると分かりやすい相場だと考えてます。では1時間足です。先ほど4時間足で見えていたオレンジのラインがここですね。だいたい197円付近を現在は目指して上昇中。その中で今1時間足ではこの赤い水平線があるんですが、これ過去の高値なんですね。そこを上抜けてきました。今までの動きを見ていると GMMA の青帯に沿ってずっと上昇してきてますね。GMMA の青帯に押しをつけては上昇、押しをつけては上昇というところを繰り返しておりました。昨日の上昇、これちょっと強めですので、もしかすると本日大きめの下落を起こす可能性もある。4時間足の GMMA ぐらいに押しをつける可能性もあるんですが、今までの流れを見ていると基本的には1時間足の GMMA に押しをつけてからの次の上昇の流れを考えておきたいので、まずは本日じりじりと下落してくるのを待つ。そしてこの GMMA の青帯、もしくは赤い水平線ぐらいまで押しをつけてきて、そこで下げ止まるのであれば、そこからの次の上昇の流れに乗っていけると、197円ぐらいまでの上昇についていけるかもしれませんので、その辺の動きを見ておきたいですね。先ほども言いましたが、GMMA の青帯に沿ってずっと上昇してきておりますので、この GMMA の青帯を下抜けるまでは、基本的には上昇が継続すると思っておいてください。では次はドル円です。ドル円も昨日は陽線なんですね。ポンド円に比べてちょっと陽線の形は小さいんですが、基本的には上昇しているというところでしょうか。為替介入の警戒感がありますので、上昇すればやはり上値は重くなってきているっていうのが現在のドル円です。ポンド円よりさらに分かりにくい動きをしているなという印象ですね。ただし基本的には上昇トレンド、GMMA の青帯上向きで上昇トレンドですので、この上昇の流れについていくっていう考え方でいいと思います。こちらもストキャスティクスは高値圏に差し掛かっておりますので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足、昨日の動きを見ていてもすごく分かりにくいですよね。ずーっと揉み合い、じりじりと安値を若干ずつ切り上げながら揉み合いをしていたんですが、このあたりですね、この高値っていうのが意識されてまして、だいたい156円付近、156円がずっと意識されていたんですが、最終的にそこを今突破してきて、現在は 156.2 付近にありますので、ここで定着できればもう一段高というところを考えておきたいですね。そして現在この辺の高値が意識されます次が意識されるポイントなんですが、156.3 付近になりますので、ちょうど現在
在地ですね。ここを突破してくれば次のターゲットがこのあたり 157.5 から158円ぐらいになってきますので、そこまでの上昇は見ておきたいんですが、上昇すればやはり為替介入への警戒感が強まってきますので、そこはご注意ください。4時間足もストキャスティクスは高値圏ですね。ただ今の動きを見ているとずっとインジケーターは機能していないんですよ。ですので基本的にはインジケーター、今は下落への警戒感を持ちつつ、この現在の上昇トレンドに乗っていく、下がれば押し目買いをしていくっていう考え方を持っておけばいいと思います。では1時間足です。昨日は少し大きめの下落を午前中にしたんですが、そこからはじりじりと安値を切り上げてきてますよね。ですのでこういう形、基本的には上抜けやすい形です。そしてこの意識されていた、先ほど言っていた156円付近のライン、実際は 155.952 というこの辺のラインが意識されているんですが、だいたい156円っていうところが意識されてまして、そこを昨日なかなか上抜けずに上値は重かった状態でも安値を切り上げてきてますよね。ちょっとこの朝の下落はイレギュラーですけれども、全体的には安値を切り上げてきているので、上抜けやすい形だということがわかります。そして昨日は最終的には上抜けてきましたので、今は一段高いステージに移行したと考えておきたいですね。今までが156円までのステージにいたんですが、そこを一つ上抜けてきたので、156円超えて、ただここの赤い水平線があるので、156.3 付近、先ほど言っていた戻り高値になるんですが、そこを抜けられるかどうかっていうところを見ておきたいので、本日は昨日上抜けてきたこの156円という高値と、そして4時間足でお伝えした戻り高値の 156.3 付近、その間でのレンジ、それを抜けた方についていくという考え方でいいと思います。ただし下抜けた場合は、また1時間足の GMMA もありますし、4時間足の GMMA もありますので、下抜けた時はそこについていくという考え方ではなく、下抜けた時は様子見、下げ止まればそこからの押し目買いをしておくのが、今はドル円もポンド円もやりやすいと思いますので、その辺を参考にしていただければと思います。なので基本的には本日は押しを待って、そこからの次の上昇の流れをイメージしておくとトレードがやりやすいと思います。もしくはこの赤い水平線を上抜けてからですね、156.3 付近を上抜けて、そこへ押しをつけてからの上昇の流れ、その2パターンぐらいをイメージしておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。